こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、F1 史上最多となる15人の犠牲者を出してしまった1961年 F1 イタリアグランプリ事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。1961年ってかなり昔すぎてよくわからないわね。丁寧に頼むわね。そうだな。まず1961年 F1 のレース数は全8戦だった。最終戦はアメリカだがあとは全部ヨーロッパだ。2023年は全22戦だから当時は3分の1ぐらいだったのね。しかも世界選手権って言いつつほぼヨーロッパ。今とはだいぶ違うよな。しかも1960年まではなんとインディ500が F1 に組み込まれていたんだ。モナコグランプリとインディ500、世界三大レースが2つも F1 に入ってたのね。これは熱い。ああ。だがインディ500は F1 世界選手権の名目上無理やり入ってただけだ。ヨーロッパにおいてインディ500のオーバルコースは好まれていなかった。観客は愚か F1 チームもインディ500だけは不参加が多く、この1961年の F1 からインディ500は外れることになった。ライバルのチームを出し抜くために参加すればいいのに、それでも行かないってよっぽどね。当時の獲得ポイントは上位5000分だけが有効だったから、半端なポイント取ってきても加点されないって事情も影響したかもな。1961年はレギュレーションも大きく変更があったんだ。排気量が2.5リッターから1.5リッターに引き下げられた。目的はパワーダウン。毎年重大事故が起こってたからな。この変更に対し各 F1 参戦チームの対応は遅れた。たまたま F2 が1.5リッターだったため F2 マシンを使ったり、エンジン排気量を単に縮小したマシンでしのいだ。この変更に新車で対応できたのは2チーム。まずポルシェだ。前年までスポット参戦だったが、いよいよ今回フル参戦。しかもルール変更に合わせ新型のポルシェ787を用意した。っていうかポルシェが F1 やってた時代あるのね。すごく見たいわこれ。この時期だけはエンジンもシャーシも自前で走ってたんだ。1980年代も参戦したがエンジンサプライヤーとしてマクラーレンと提携するにとどまったな。なおこの新型ポルシェ787はトラブルが多く、残念ながらいい成績は残せなかった。当時エントリーした熟成ポルシェ718の方がまだ良かった。万全の体制で臨んだもう1チームはフェラーリ。新型のフェラーリ156を投入。このマシンは最高の出来だった。それでは1961年シーズンの流れを追っていこう。ドキドキ。初戦のモナコグランプリはロータス勢が制した。プライベートチームでロータスを勝って出場したベテラン、スターリングモス。通算15回目の優勝だ。100周、2時間45分のレースで2位のフェラーリとは3秒差。白氷の勝利だった。新ルールに最適化されたフェラーリのマシンは、直線は圧倒的だがコーナーは他のマシンと大差なかった。ドライバーの腕力でモスが勝ったんだ。モナコでギリギリってことは、他のサーキットではフェラーリを抑えるのきつそうね。ああ。2戦目のオランダグランプリはフェラーリ勢がワンツーフィニッシュ。優勝したのはボルフガング・アレクサンダー・アルベルト・エドアルト・マキシミリアン・ライヒスグラーフ・ベルヘフォン・トリップス伯爵だ。ごめんよく聞き取れなかったわ。だから、優勝したのはボルフフルネームで呼ぶのやめろ。ドイツ人でミドルネームが長いんだよな。トリップス伯爵はデビュー6年目にしてめでたい初優勝だった。この1961年オランダグランプリは別の記録があってな。F1 世界選手権初のリタイアなし、前代完走。これは2005年まで唯一このレースだけの記録だった。もう一つ、ピットストップなし。15台が2時間もの間、ピットインせずノントラブルで完走。これは現在でも唯一、このレースだけの記録だ。第3戦ベルギーグランプリもフェラーリの勝利。なんと4位までフェラーリが独占した。第4戦フランスグランプリ。やはりフェラーリの勝利。優勝したのは26歳のジャンカルロ・バゲッティ。なんとこれが F1 世界選手権のデビュー戦だった。デビュー戦で優勝ですってああ。他に例のない大記録だ。バゲッティのこれからの活躍は大いに期待された。しかしこれがバゲッティ唯一の優勝、唯一の表彰台だった。成績不振で翌年いっぱいでフェラーリを追い出され、以降は入賞すらできず引退してしまったんだ。デビュー戦がピークというか、唯一輝いたレースだったのね。悲しすぎる。第5戦目、イギリスグランプリ。大雨のレースをフェラーリのトリップス伯爵が制した。伯爵がポイントランキングのトップに躍り出た。第6戦、ドイツグランプリ。ロータスを狩るスターリングモスがフェラーリ勢を抑え2度目の優勝だ。ニョル北コースは路面がバンピーでフェラーリのパワーが存分に活かせなかったんだ。モスは翌年の事故で大怪我を負い引退するため、これが最後の優勝ということになる。
通算16勝を挙げたがいつもチャンピオンは取れなかった。さて、残り2戦を残してポイントランキングトップはフェラーリのトリップス伯爵。大2番手もフェラーリのフィルヒルだ。前年は1勝にとどまったフェラーリ。ここまで6戦中4勝で圧倒していた。そして第7戦、イタリアグランプリを迎える。イタリアグランプリが開催されるモンツァサーキットは当時、トラブルの渦中にあった。コースの一部は舗装が悪いにもかかわらずスピードが乗るオーバルトラック。事故が多く長らく封印されていたこのオーバルトラックが1955年から復活していたんだ。一部のチームは大反対。前年のイタリアグランプリではこのオーバルトラックの採用に反発しレースをボイコット、不参加とするチームもあった。それでも、危険なオーバルトラックを使う理由って何だったの？インディ500が F1 から外れたみたいに、オーバルトラックって不人気なんでしょ？アメリカはオーバルトラック推しの文化だ。オーバルトラックのレースを開催することでアメリカのチームや観客を招致したい狙いがあった。海外からの集客を狙ってたのね。この1961年もボイコットするチームはあったの？なかった。前年と違ってマシンの排気量が引き下げられている。コースは同じでもより安全なはず、と考えられていた。また選手にも話題がある。イタリアはフェラーリの地元だ。フェラーリ勢は地元ファンへのお披露目を兼ねて新人、リカルド・ロドリゲスをデビューさせた。リカルドは決勝レース日時点で19歳208日。これは1980年に破られるまで F1 出場の最年少記録だった。ちなみに現在の記録はマックス・フェルスタッペンの17歳と165日だ。F1 の参加可能年齢が18歳に引き上げられたためこの記録はもう破られないだろうな。この1961年は記録尽くしね。前代完走やらピットインなしやら、デビュー戦での優勝やら。9月9日、土曜日の予選。ポールポジションを獲得したのはトリップス伯爵だ。自身初となる快挙。ポイントランキングもトップだし絶好調だな。予選2番手がなんと最年少のリカルド君だ。トリップス伯爵とはたった0.1秒差。見事にフェラーリのワークスマシンを操った。恐るべき新人ね。こうしてフェラーリのワークスチームで出場した4台がそのまま決勝グリッドの1から4番に収まった。フェラーリ強すぎる。まあモンツァって高速サーキットですもんね。これ、地元イタリアのファンとしては大喜びね。そして9月10日の午後3時、決勝レースがスタートした。事故が起こったのはその2周目のことだった。ポールポジションのトリップス伯爵は出遅れたが、フェラーリ勢が速い。先頭はポイントランキング2番手のフィルヒル。2番手もフェラーリ。リッチー・ギンサー。3番手が19歳のリカルド君。4番手でようやくロータス。先月も勝ったベテラン、スターリング・モスだ。5番手がランキングトップのトリップス伯爵。ポールから出遅れてこの位置だ。6番手はアイルトン・セナと並んで F1 史上最強と言われるドライバー、ジム・クラーク。この時まだデビュー2年目だ。これら6台が1秒以内の差で密集していた。ここはレズモコーナーだ。見ての通りモンツァサーキットは直線が多い。セッティングは高速寄りになるから逆にコーナーの方で差がつきやすかったりする。現場はもうちょっと先なの？ああ。パラボリカコーナーの手前だ。今、ストレートに入る。ジム・クラークはトリップスの真後ろ。空気抵抗が小さく加速がいい。マシンを左へ振った。抜く気だ。ここで次の右コーナーに備え、トリップスも左へ。2台がコースアウト。伯爵のマシンは観客席へ、十数人の観客をなぎ倒した。伯爵自身もマシンから投げ出されて、回転しながら地面に叩きつけられた。この事故でトリップス伯爵、観客合わせて15名が犠牲となる、大惨事になった。15名、なんてひどい事故。レースはそのまま続行となった。リッチー・ギンサーとフィル・ヒルが何度も入れ替わりトップ争いをしたが、フィル・ヒルが制した。ランキングトップのトリップス伯爵が亡くなったため、これでフィル・ヒルのチャンピオンが確定した。アメリカ人ドライバーのチャンピオンは史上初の快挙だ。しかしフィル・ヒルはレース後、チームメイトでありチャンピオン争いのライバルだったトリップス伯爵が助からなかったことを知り、泣き崩れた。フェラーリ自身も初となるコンストラクターズタイトルを獲得したわけだが、チームには祝う雰囲気はなかった。最終戦、アメリカグランプリは出場を辞退している。15名が亡くなったんですものね。これ、レースのちょっとした事故で済まないわよね。世間的にはどう扱われたのかしら。レース2日後にエールフランス2005便が墜落する事故が起きてな、77名が亡くなったんだ。世間はそちらの事故で持ちきりになってしまったようだ。モンツァサーキットのオーバルコース部分はこの忌まわしい事故を受け、いよいよ使用が中止されることになった。まあ事故があったのはオーバル部分ではなかったけど、もうモンツァで悲惨な事故を起こさせないっていう決意の表れでしょうね。
なおこのデビュー戦で予選2番手の速さを見せた驚異の新人リカルド・ロドリゲスだが、翌年レース中の事故で亡くなってしまうんだ。トリップス伯爵と同様、事故で体が投げ出されてしまい路面で体を強く打ちつけたことが原因だった。この時代のスーツとか、安全装置とかどうなってるの？ドライバーの装備に関するルールはなかった。ヘルメットは革製だったりプラスチックだったり、防護性能はまるで期待できなかった。スーツも同様だ。またシートベルトの義務化は1970年代に入ってからだ。狭い F1 マシンでは、シートベルトが邪魔して発火時に脱出できないことの方が危険とされていた。事故で選手がまず飛び出してしまうのは、発火時に閉じ込められるよりよっぽど安全と考えられていたんだ。頭痛くなるわ。でも60年も前ですもんね。現代と常識が違っても仕方ないわね。今も、60年後の未来から見たらよくそんな危険なもの乗ってたなって言われることがあるのかもな。以上、今回は F1 史上最多となる15人の犠牲者を出した1961年 F1 イタリアグランプリ事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。